テレレレテレテレレ。おすげえ。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カッカシノピーです。今回はこちら、前にもちょっと紹介したかな、ケルヒャーのフレキシブルノズルっていう、先端がちょっと短くてこういろんな方向にこう曲がるノズルを紹介した時にちょろっとね出たかな、もしかしたら出てないかもしれないけど、車の下の部分、お腹の部分を洗う正式名称あんのかな、多分ないと思うんですが、Amazon とかだとシャーシ洗浄機みたいな感じで調べると、出てくるものです。海外でね結構よく使われてるんですよ。高圧洗浄機を使うんですよ。こういった感じでつなげて、ここの穴からバッと水が出てくると。で車の下にこう潜り込ませて洗っていくというもので、僕高圧洗浄機ケルヒャー使ってるんですよ。いろいろあるんですが、ケルヒャーのアタッチメントに合うこの棒がなかったんですよね。で今回こちら購入しました。これがケルヒャーのノズルの部分に合うアタッチメントがついているもので、これがあればこういった感じでつくのでケルヒャーをつなげることができるといった感じですね。で今回このタイヤがちょっと違うもの2タイプ購入したので、どっちの方が使いやすいのかっていうのと、どんな感じで水が出るのかっていうのを見ていきたいなと思います。ちなみに金額はだいたいこれだけで5、6千円で、ものによってはこういったもの、この棒の部分ですね、これがついてるものとついてないものがあるんですよ。確かねこっちについてたと思うんだよね。でこれ6千円ぐらいだったかな。この角度があればこの下入れやすいね。このアタッチメントがついてるやつがこれも5000円ぐらいしたかな。だからトータル1万円ぐらいします。するんだけども、前々からちょっと使ってみたいなと思っていたので、今回実際に使ってみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。結構前なんですが購入したこのフレキシブルノズル的なやつね、一回つけてみます。こういう大きさになって、こういういろんな角度に動くみたいな、こういう感じです。すごいコンパクトになって使いやすいんですが、例えばこの車の下を洗う時にこう洗えることは洗えるんですよ。けど奥までねあんまいかない、手前側半分もいかないぐらいまでは洗えると思うんですが、車の下全体をちょっと洗いたいなっていう時には不便は不便なので、そこで登場するのがシャーシ洗浄機ですね。まだ扱い慣れてないけど、こういう風に下の方まで持ってってバーッと洗ってくれるっていうものになります。で今ケルヒャーの K ミニ、これにつなげようと思っています。で一回試しにねつなげてみたんですよ。これをつなげようと思ったら入んなくて、おかしいなと思ったんですよ。僕知らなかったんですが、ここの形状あとここの形状が違うみたいで、ここからだったらつなげられる。ちなみに K2 の方、前使ってたやつは普通にこう1本だったんですよね。だから他の車に使えないやつ、スパイラルノズルみたいなああいうノズルとかもここから K ミニはつけるみたいです。はい、こんな感じですね。つきました。そうしたらちょっと実際に使ってみますか。ちょっと一回握ってみます。どんな感じで出るのか。おすげえ。ちょっと今関係ないところにかかっちゃってるんですが、こういった感じです。これで下を洗っていくと、ちなみに威力はどれぐらいか触ってみます。なるほどね。めちゃめちゃ強いっていう感じではないですね。結構ミストに近いわ。この曲がってるアタッチメントはいるのかな。ストレートだけで試してみます。こっちの方が使いやすいかも。しゃがんで使った方がやりやすいかもしれないけど、操作性がちょっと悪いかな。なるほどなるほど、超面白い。 OK。 そしたらもう一個の方使ってみようかな。ものによって威力が違うのか、大きさも結構違います。これやってみます。で延長をこれ一回つけようか。
これでいきます。あ、はいはいはい。真上。わ、すげえすげえ。あー、やっぱこれもねミストに近いね。あ、これ向きが違うのかな。一緒でした。すいません、アホなことを言いました。ちょっとストレートノズルでやってみます。はい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 。あー、横の移動が大変だね。なるほど。こっちのでかいタイヤの方が扱いやすいかも。で、どういう時に使うかっていう話なんですが、泥道を走った時とか、あと雪道ですね。雪国の人だと毎回どうなんですかね、洗うのかな。僕はあんま雪が降らないところに住んでいるので、スノボーとか行った時晴らして洗いたいなと思っていたんです。その時にいいなって。うん、面白い。こういった感じですね。角度も、ある程度手元の操作で変えることができます。だからカーシャンプーを使ってこの中まで洗うっていうわけではないんだけど、水洗いをある程度したいなっていう人にはいいんじゃないですか。ちょっと水圧についてなんですが、パッと見結構威力ありそうに思えるんですが、この V の字になってるこの真ん中はだいぶミストに近いです。この端の方は結構強い。だからあんま距離があると威力は弱くなってくるのかな。なのでリフトアップしてる車とかだとしっかり汚れを落とすっていう感じではないかもしれない。はい、そしたらこの汚れですね。ガヤさんのエブリ、泥汚れが落ちるかどうか試してみます。お、全然落ちるじゃん。泥汚れだったら全然簡単に落ちますね。で、この辺、この奥のこれはね、サビですね。触った感じはミストな感じなんだけど、全然汚れは落とせるレベルっていうことですね。で、今回2個を購入したので、その使い勝手の話をしておかないといけないですよね。こればっか使ってるじゃんって。これが使いやすいんだもん。もう1個の方、この下にローラーがついてるタイプ、これは横にローラーがついてるタイプ。こっちは角度とこの扱いが難しい。思った通りのところに動いてくれないっていうか、特にこの横が行きづらい。これ僕は使い慣れてないだけかもしれないんですが、あと角度的にもね、こうは使えないもんね。奥入んないからね。ってなるとこういう使い方なんですが、結構上っていうか手前向き。これはこれでね、この手前の方を洗えるのでいいはいいんだけど、どっちの方がいいんだろう。手前の方向いてた方がいいのかな。これはね、扱いづらいなっていう。これ直結にしました。直結だとほぼ垂直、直結の方がいいね。このストレートタイプの方がこれは扱いやすいかもけど、ストレートだとこう横の動きができないんですよ、この動きが。なので僕は曲げるやつを使いたいんですよね。なった時にこっち、どこ行くのどこ行くのどこ行くの、どこ行っちゃった。しっかりついてなかった。ね、チャッチーンだけど結構回るんですよ。これ直結にしますってなった時に、これこそ横行かないんだけど、こうやればいいんだよね。こう洗ってこう行けばいいんだ。これだったら全然いけるじゃん。ちょっと初めてなもんですいません。こう行けばいいんですね。けどやっぱこっちの方がね、この動きが滑らかじゃない。わかります？ちょっとガタガタしてるんですよ。こっちの方がスムーズに動くので、僕はね使いやすいかな。あとね、使い慣れてないので、こう入れて出した時も押してるんで、この辺もびっちょびちょになります。これはね、そもそも洗車する前にやった方がいいですね。今もなんだろうね、塗装とかの癖、塗り始める前にこう行くみたいな、入れてからけど手前の方やるとどうしてもこうビチャビチャなっちゃうので、そこは仕方ないのかな。僕はこれよりかは両サイドにタイヤがついてる方が使いやすいけど、この角度がまた違うんですよね。噴射する角度、
こっちは真上でいけたんですよ。でこっちはもう斜め、それをどう取るかっていう感じですかね。でそれを変えるためにこのアタッチメントなんですけど、これね、これだったらさっきよりかは上向くけど、すっちゃってあんま奥に入りにくいっていうのはありますね。まあ慣れればそんな使いにくいものでもないかも。だからまあざっと下を洗いたい人用の洗車用品にはなります。こっからスポンジで洗うとかそういうことをするわけではないので、ざっくりでも下を洗いたい人にはすごく便利な商品だと僕は思います。まあ慣れるまでは大変ですね。飼い慣らしたいなと思います。けどまあ高いは高いな。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回は高圧洗浄機につなげるシャーシ洗浄機が正式名称かどうかわからないんですが、シャーシ洗浄機って調べると結構出てくる商品、車の腹下ですねを水かける機材っていうのかな。これは前々から気になっていて、海外のその洗車系の動画だと結構登場するんですよ。であれ欲しいなと思ってて探してたら見つかったのと、あと Twitter かなんかでいろいろあるので使い比べてみてくださいみたいなのがあったので今回購入しました。で2つ購入して金額はまあ大体同じぐらいですね。5、6千円で、こっちは延長のこれが2本ついていて、こっちはついてなかったんですよね。でこのケルヒャーのアタッチメントがついているこの延長のやつはまた別売りで、4、5千円だからもうトータル1万円ぐらいはするのかな。慣れてなかったのでちょっと最初ね操作しにくかったんですが、慣れれば十分使えるかなといった感じで、この2つの差はタイヤがね横についてるか下についてるかっていうのと、あとタイヤの大きさっていうのも違うんですよね。でどっちが使いやすかったかっていうと僕はこっちの方が使いやすかった。安定してたし、こっちはねタイヤが台車のタイヤみたいな感じでちょっと下がゴツゴツしてると操作しにくいなっていう部分がありました。で水圧に関してはほぼ一緒で、最初手で触った時ちょっと弱いなと思ったんですが、実際に泥汚れのところに当ててみたら問題なく泥汚れ落ちたので、これぐらいで十分なのかなといった感じですね。高圧洗浄機ケルヒャーの先端から出るやつがこの4つついてるっていう認識だとちょっと威力が弱いかなと思いますが、汚れ落ちるからね僕は十分だと思うんですよね。これ表現が難しいですね、強さって。これぐらいまで手を当てるとミストっぽいんですが、 V の字のこの端の方は結構ね威力があるので、頑固な例えば水垢とかはそれは落ちないですよ。けど泥汚れってその水を当てれば溶けてって落ちるんですよね。だからこの水圧っていうのはあんま必要ないのかもしれない。ただ車の下に潜り込ませられるっていう、これがね一番重要な部分かなと僕は思いました。で皆さんにおすすめできるかどうかっていうとね、金額も高いので結構後回しでもいいのかなと。車の下も洗いたいなってずっと思ってた方とかはいいと思います。車の下はねなかなか洗えないので、ホースでも届かないし、雪山とか行って除雪剤とかを巻き上げてそれがそのサビの原因とかになったりするので、僕はね落としたいなって思ってたんですよ。何かいいもんないかなと思ってた時に手に入れた次第でございます。僕は大変満足しております。こういった商品もありますよっていう感じですかね。なので気になった方は是非購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は是非チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。